はい、こんにちは。今日は、ちょっと変わったものをやろうと思います。ホームセンターに行くと、よく観葉植物でガジュマルっていうの売ってるんですけど、ガジュマルも針金かけたり、ちょっと盆栽風に仕立ててみようかなという気がしたんで、春先に買ってきたやつをちょっと植え替えて勢いをつけた状態です。それで、春先に何やったかっていうと、植え替えをまずして、とりあえず土を全部入れ替えて、それでたくさんお水あげて、肥料もたまひとかいろいろね、こういうのをあげて、なんていうか、勢いつけたと。細かな芽を全部抜いて、なるべく枝らしくなるように強い芽だけ残してこう伸ばしてあります。だから、今回も またこうやって出てきてるんですけど、こういうのはいらないんで切っておくんですけど、ともかく枝のなんとか一本一本ちょっとはっきりさせたかったんで、こんな感じに伸ばして、30センチぐらい伸びてますよね。こんな感じでなんていうか枝を太らすっていう感じで今やってきました。特に元のところだけ曲付けしておいて、先の方の枝っていうのは結局使わなくはなるんですけど、だから最終的にはこういうちっちゃい感じにしようと思うんですけど、とりあえず基礎作りということで今これから針金かけるということです。じゃあちょっとやっていきます。で、今回使うのは、いつも2ミリぐらい、2ミリがちょっと太いかなっていう気もするんですけど、多分かけて1ヶ月ぐらいとか2ヶ月ぐらいで結構太るんで食い込むと思うんですよね。ですから秋口に食い込んだ針金を外しつつ、剪定をしますんで、そうするとその後こっそり芽が吹きますので、冬にはというか、冬前にはある程度の加工になると思って、ちょっとやってみます。これ2ミリの針金使います。でいつものようにちょっと長めに、まず針金かけていきます。で今回は枝の途中までしかかけませんから、先までかける必要がないんで、どっちみちそれは伸ばしておいて後で切り落とした部分なんで、枝元のところだけ集中的に曲付けします。じゃあかけます。で今の時点でこれが多分芯になると思いますので、どうしますかね。分かりやすく芯からかけてみましょうか。夏に成長するやつっていうのは気温が上がってくると爆発的に伸びますんで、その伸びを利用して曲付けね、伸びてる時にギュッとやると針金も一気に食い込むので、食い込むことによって癖がつくというか。あんまり細かく仕上げてっていう気じゃないんで、とりあえず全体が三角形になるような、不等辺三角形になるような形で曲付けします。ガジュマルの特徴。ガジュマルは沖縄地方ではキジムナーと呼ばれる精霊が宿ると言われています。熱帯・亜熱帯地方に分布する常緑高木なので、暖かくて日光のある場所を好みます。日光に当てることと水のやり方には気を配る必要がありますが、基本的には育てやすい観葉植物です。ガジュマルの生命力は観葉植物の中でもとても強いです。ガジュマルの木の根はコンクリートを突き破るくらいの強い生命力を持っています。
他の木をその強い力で巻きつき絞め殺すこともあることから絞め殺しの木とも呼ばれています。ガジュマルは古くから精霊が宿る木と言われ、海外でも神聖な木として扱われてきたようです。栽培環境。ガジュマルは春、秋にかけて屋外で管理することができますが、夏場の直射日光を当ててしまうと、日光が強すぎて葉焼けを起こしてしまうことがあります。直射日光が当たらない場所か、30% 程度の遮光をすると安心です。ガジュマルは耐陰性があるので、屋内でも日光が入る場所なら大丈夫です。しかし、ガジュマルは日光が好きで、日光がよく当たった方が健康な株になります。なるべく日光が当たる場所に置いてください。ガジュマルは高温には強い植物ですが、低温には弱いので、寒さに当てないように気をつけましょう。ガジュマルは高温多湿を好みますが、水はけの悪い土を使ってしまうと根腐れを起こしてしまう可能性があります。そのため、できるだけ水はけの良い土を使うのをおすすめします。自分でブレンドする場合は、観葉植物用の土に赤玉土1、鹿沼土1の割合でブレンドし、生育環境に合わせて。ガジュマルは寒さに強くないので、季節や気温、室温によって水やりのタイミングを変える必要があります。主に春、秋、気温が高い時のガジュマルの成長期は土の表面が乾燥したらたっぷりと水を与えるようにします。ガジュマルは気温が低くなってくると成長が緩慢になってきます。そのため、水をあまり必要としなくなるので、水やりの回数を減らします。で一応ダウンロードの曲付け終わった感じなので、これで余計な針金をちょっと長すぎる針金切らなくてもいいですけど、一応また1ヶ月とか2ヶ月後に外すことにはなるとは思うんですけど。で今回はこの先目は先のこの目はハサミで留めません。このまま伸ばしっぱなしにして太らせます。太らせるってことは要するに、食い込んで針金が食い込んで、曲がしっかりしたということになりますので、この状態にすると多分なんですけど、こうまっすぐ伸びてたエネルギーはこう曲げられることによって上から横にこう力が分散されます。川の流れと同じで川がこうぐいぐい右左にこう水の流れがなると力が分散されてまっすぐ流れるよりはこうエネルギーがいろんなところへこう行くような感じで、これほっといてもこう脇芽がこうやって出てきてるので、これから先芽が止まって横にまた芽増やそうかなと木は考えてるのかもしれないので、そうするとこういうところに眠ってた芽が一斉に芽吹いてきますので、1ヶ月2ヶ月後に1回これを全部、戻します。ここの針金かかってるところまでは戻そうと思うんですけど、最終的にこの木をどれぐらいのボリュームで作るかによるので、もしかしたらもうちょっとここの針金かけてるところよりも何センチか追い込むかもしれないんですけど、で追い込んだところから芽がスタートして伸びてってこう
全体のボリュームを作るという感じになると思いますので、1回目はこれぐらいで止めておきます。これで培養をかけて、枝元を太らせて、針金の癖をつけます。次回これを出す時には、結構こうボサボサになってると思うんですけど、また、その時に、次の段階の、説明をします。ありがとうございました。